日産、フェアレディ Z432。鮮烈な速さを印象づけた生粋サラブレッド。最強のフェアレディ Z、それが432だ。レーシングフィールドから生まれた珠玉の S20 型 DOHC24 バルブユニットを搭載し、時速 210km のトップスピードをマークしたトップアスリートである。432のネーミングは、4バルブ、3キャブ、ツインカムに由来し、高度なメカニズムをストレートにアピールしていた。世界のスポーツカーシーンを変革した初代 Z カーの頂点。しかし、その生涯は意外なほど短命だった。GTR の心臓を持つ速さの頂点。フェアレディ Z432 は、全世界のスポーツカーの概念を変えた S30 型、フェアレディ Z のトップグレードである。日本市場専用モデルで、その心臓は、レーシングプロート R380 に由来する S20 型ユニット。つまり初代スカイライン GTR と共通だ。ネーミングの432は S20 型ユニットの4バルブ、3キャブ、ツインカムに由来している。S30 型フェアレディ Z は、それまでの SPSR 型フェアレディオ0から一新した車だった。もともと、フェアレディは日産自動車のブランドイメージ向上のために企画されたモデルで、アメリカを中心とする海外市場がメインマーケットだった。SPSR 型フェアレディは、古典的なはしご型フレームとオープン2シーターのスパルタンな構成だったが、パワフルでタフなパワーユニットにより、ライバルの MG やトライアンフに負けない速さを披露。多くのファンを魅了する。特に後期型の2リットル直列4気筒 OHC ユニット 145PS を搭載した SR 型は、トップスピードが時速 200km を超える超一級のパフォーマンスの持ち主だった。日本はもちろんだが、アメリカのモータースポーツシーンでも大成功を収め、日産の技術イメージ向上に大いに貢献した。Zカーを生んだミスター K。SPSR 型、フェアレディ活躍の背後には、一人の熱血日産マンの存在があった。アメリカ日産の創始者である、片山豊氏である。彼は、アメリカ市場開拓当初から高性能イメージを牽引するスポーツカーの重要性を痛感。日産本社に開発と導入を直訴する。当初は及び腰だった本社を説得し、次第に SPSR 型を本格派スポーツへと成長させたのは彼の熱意だった。全米が注目するスポーツカークラブオブアメリカレースにアメリカンモータースポーツ界の大御所、ピート・ブロックやボブ・シャープのチームから SPSR 型フェアレディを参戦させたのも彼の手腕である。1960年代後半に入ると、アメリカにおける日産車、当時はダットサンブランドの販売は急成長しつつあった。小型トラックのダットサンが定着したと同時に、510型ブルーバードが大ヒットしていたからだ。SPSR 型フェアレディによって、ブランド全体に高性能イメージが浸透したことも追い風になった。片山氏は、この追い風をさらに決定的にするプランを思いつく。それは新世代スポーツカーの創造だった。スポーツカーは一部のマニアだけでなく、車を愛する老若男女すべての憧れである。特にアメリカではそうだった。片山氏はこの事実を皮膚感覚で理解していた。オープン2シーターでスパルタンな SPSR 型フェアレディは確かに優れたファンカーである。しかし日常の乗り物としてはハードすぎることも事実だった。スポーツカーの魅力を快適性とともに体現した車なら皆が乗りたくなり大ヒットに結びつくに違いない。そう考えた片山氏は次世代スポーツカーについて考えを巡らし3要素を導き出す。第1の要素は美しく心躍るスタイリング。一目で魅了するエモーショナルな造形こそスポーツカーの必須条件であり成功の鍵だと考えた。2つ目はパフォーマンス。スポーツカーは波のセダンを明らかに凌駕する痛快な速さを持っていることが譲れない一線だった。上記2点はスポーツカーを語る上で一般的なことだ。さして驚く点はない。しかし
片山氏が導き出したもう一点は明らかに新しい概念だった。それは優れた日常性である。スポーツカーといえども快適で長距離を楽々とこなせる GT カー的な要素が必要と考えたのだ。1960年代前半、スポーツカーといえばオープン2シーターが一般的だった。しかしジャガー E タイプやポルシェ911など1960年代半ばに入ると対抗性の高いクローズドボディのスポーツカーが続々とリリースされる。来るべき1970年代を考えたとき、どちらがより主流となるのか。片山氏は GT カー的なクローズドクーペで、さらにサルーンをしのぐほどの快適性を持つ、いわばスーパークーペが次世代スポーツカーのあるべき姿と結論付けた。片山氏は自らが考えた3点を満足させるモデルをリーズナブルなプライスで提供できれば、単なるイメージリーダーではなく、販売セールス上の重要な意味を持つ量販モデルへと成長する可能性があると確信。日産本社にその開発を進言する。流麗なデザインで世界を魅了。片山氏の新スポーツカー論は SPSR 型フェアレディの次期型モデルの開発チームに大きな力を与えた。美しく、速く、快適なスポーツカーという明快なコンセプトは1969年10月 S30 型初代フェアレディ Z として結実する。ボディデザインを担当したのは日産自動車の造形化に籍を置く松尾義彦氏。低いシルエットでロングノーズ、しかも空力的に優れたカットオフテール形状を持つファストバッククーペのフェアレディ Z はとにかく美しかった。デザインテーマはフェラーリ 250GTO やジャガー E タイプ、トヨタ 2000GT とオーバーラップするが、それらと比べて明らかに躍動的で、しかもシャープな印象を持っていた。外観以上にアグレッシブだったのはインテリアである。ドライバーの前面に深く埋め込まれた台形の速度、回転系とセンターコンソール上の水温、イオン、電流、燃料、時計が織りなす立体造形は新世代スポーツカーそのもの。ハイバック式のバケットシートや黒を基調とした精悍な配色もスポーツ心を刺激した。エンジンは全車6気筒で日本仕様の Z と ZL はスカイライン 2000GT などと共通の2リットルの L20 型ツインキャブ仕様 130PS 17.5kg。アメリカ仕様の 240Z は大排気量版の 2.4 リットルの L24 型ツインキャブ仕様 150PS 21kg を搭載。日本史上1000倍となる純スポーツグレードの43には2リットルの S20 型ツインカム24バルブトリプルキャブ仕様 160PS 18kg を積んだ。足回りは前後ともストラット方式の4輪独立である。衝撃の価格でマーケットを席巻。フェアレディ Z は片山氏の希望通り各パーツを他の日産車とできる限り共用することでリーズナブルなプライスも実現していた。価格は日本仕様のベーシック版 Z が93万円、アメリカ仕様の 240Z が$3526、当時のポルシェ911の半額以下。最も高価な日本仕様 Z432 でも185万円だった。Z432 は当時最高スペックのエンジンを積み、マグネシウム製ホイールや8トラック式、カーステレオなど豪華装備を満載してこの価格である。性能的にオーバーラップするトヨタ 2000GT が250万円以上したことを考えると格安だった。フェアレディ Z は世界中から熱い視線を集め、内外で記録的な販売成績を収める。日産自動車の主力車種の一台に成長するのはあっという間だった。特にアメリカでの好評ぶりは熱狂的なほどで 240Z が展示されたショールームには長蛇の列ができ、ユーザーはプレミアムを支払って我先に購入した。勝利こそ432の存在意義。しかし日本史上1000倍の Z432 だけはいささか事情が違った。もともと Z432 はイメージリーダー的な存在でモータースポーツへの参戦を意識したモデルだった。
レースで勝利を収めることが目的だったのだ。確かに、レーシング仕様 Z432 は速かった。レース初参戦から3ヶ月後の1970年4月に開催されたレースと日本6時間レースで初優勝を飾り、1ヶ月後の鈴鹿 1000km でも優勝をもぎ取った。しかしその強さは同じエンジンを搭載したスカイライン GT-R ほど圧倒的ではなかった。フェアレディ Z は日産車のスポーツフラッグシップである。技術陣はより速さを求めてレース用マシンを Z432 から 240Z へとスイッチすることを決意する。240Z はノーマル時のパワーこそ Z432 に劣るもののチューンすると高い実力を発揮したからだ。特に大排気量の利点を生かしトルクフルで扱いやすいのが利点だった。レーシング 240Z はデビュー戦となった1970年7月の全日本富士 1000km レースでスカイライン GT-R や Z432 を退け見事に優勝を飾る。以後、フェアレディ Z のフラッグシップは 240Z となった。Z432 は日本市場にも 240Z が導入された1971年に静かにカタログモデルから姿を消した。足回りは4輪独立、後輪用は世界初のシステム。432を含め、初代 Z は4輪ストラット式サスペンションを採用していた。前輪にストラット式を採用するのは一般的だったが、リアもストラット式としたのはユニーク。Z の後輪用はコイルスプリングを巻いたストラットとワイドベースのロワーウィッシュボーンの組み合わせ。Z 用はロータスのチャップマンストラット方式のようなハーフシャフトにロアームの役割を持たせたものではなく、当時世界初となる別体のロアーウィッシュボーンを持った本格派だった。デフはバネ状のボディ側に固定されており、左右のハーフシャフトはそれぞれ2個の U ジョイントを配置。Z の足回りの特徴はサスペンションが変異してもタイヤが常に路面に対して垂直を保ち、優れたロードホールディング性能を維持する点。サスペンションの変異による後輪のステア傾向もゼロに近く、スポーツカーに最適な足回りと言えた。